こんにちは、月島です。エキスパンダーというエフェクトプラグインを2回に分けて見ていきたいと思います。主にドラム、パーカッション系に使用すると良い効果をもたらします。前編の今回はパラメーターや使い方を中心に見ていきたいと思います。目次です。エキスパンダーとはパラメーターと使い方、エキスパンダーを実際に使用してみる、最後にまとめと次回予告です。エキスパンダーは基本的にはゲートと同じで任意の音量、スレッショルド値を下回る音を圧縮して小さくするエフェクトです。グラフ部分をゲートと見比べてみると形が少し違います。ゲートはスレッショルドの値から下の音をまっすぐ圧縮するのに対してエキスパンダーはかかりが少し緩やかになるようなエフェクトです。そのためにゲートより自然に音を短くすることができます。ドラム、パーカッションに用いられることが多く、音のテール部分をタイトにしてキレの良いドラムトラックにしたり、リバーブと組み合わせてゲートリバーブという効果を作り出すことも可能です。このつまみを動かすとグラフの縦の線が動きます。音を圧縮し始めるライン、音量をこのつまみで設定します。再生しながらつまみを動かしてみます。リダクションメーターを見ながらエキスパンダーがかかるように設定していきます。圧縮比率を決めるつまみです。この数値が大きいほど音を圧縮する力が強くなるイメージです。最大にすると縦のラインが垂直になります。最小にすると一直線になります。再生しながらつまみを動かしてみます。最小にすると圧縮されなくなります。スレッショルド値を下回った音を何デシベル小さくするか設定します。最大で72デシベル小さくすることができます。0デシベルにすると一直線になります。再生しながらつまみを動かしてみます。0デシベルにすると圧縮されなくなります。アタックは音が始まってからどのくらい早くゲートが開くかの設定です。この数値が大きいとゲートが開くのが遅くなりますので、音の立ち上がりが削られることがあります。アタックを動かしながら再生してみます。音の立ち上がりの部分の違いに注目してみてください。再生します。このような感じでアタックの数値を上げていくと音の立ち上がりが削られていきます。基本的には最速の設定で良いと思います。音量がスレッショルドの設定値を下回った場合にゲートが閉じるまでの時間です。リリースの設定はエキスパンダーを使う上で一番大事なパラメーターだと思います。ドラムトラックを再生しながらリリースを最速の方向につまみを動かしてみます。だんだんとタイトな音に変化していきます。再生します。
このような変化がありますので、好みの位置で設定します。サイドチェインを設定することで、別のトラックの音をトリガーにしてゲートを発動することができます。以上がエキスパンダーの基本パラメータになります。ちなみに Pro Tools に付属するプラグインエキスパンダーゲートは一つでゲートとエキスパンダーの両方の機能を持っています。そういったプラグインも存在します。まずはバイパスの状態の音を再生します。ドラムの音をタイトにできるようにエキスパンダーを設定してみました。再生します。ドラムの余韻をどのくらい残して音をカットしていくのかを音を聞きながらスレッショルドとリリースのつまみを主に操作して決めていく感じです。音を流しながら操作してみたいと思います。このような感じになります。ゲートを使用すると音を消す効果がまっすぐ働きますので多少不自然さが生まれます。設定をしてみましたので再生します。比べてみるとエキスパンダーの方が良い感じの音になると思います。楽曲の中でドラムをタイトにするためにエキスパンダーをかけるのは効果があり、私もミックスをするときによく使用します。そしてよく似たプラグインであるゲートはノイズゲートとして使用するのがおすすめの使い方だと思います。次回の後編はエキスパンダーとリバーブを利用したゲートリバーブというテクニックについて見ていきます。ドラムアレンジにおいて昔からロックやポップスでよく使用されていた方法ですので、覚えておくと楽曲のアレンジに役立つと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。